はい、じゃあ部品の方ですね。とりあえずまあインストではね、コックピットからなんで黒からの塗装なんですけど、まあ前にお話ししたように最たるもの、黒と白の塗り分けというのもあるんで、白からやりたいんですよ。形的にもね。黒からやってもいいんですけどね、僕の好みの問題で白からやりたい。だから白い部品を選別していきます。白で塗る部品をね。でこんなマスキングしなきゃいけないのもあるんで、白を塗って、それもマスキングしてから黒を塗る。で黒を塗るときにこういうメタルパーツの下塗りの黒、これを塗ってやるっていう順番でいきますか。とりあえず、白で一旦塗るパーツを選び出します。ドアの裏側もね白なので。でなんでここで白を塗るかというと、結局あれですよ、これの内側ですね。この内側を白で塗らないと組み立てが進まないので、ここで白を塗るわけです。理由としてはそんなとこですね。白塗装なんですけれども、その前にサフェーサー塗る理由というのは、こんなヤスリでガーッと傷をつけたところがあちこちいっぱいあるので、ちっちゃなパーツもねパーティングライン消してますからね、ミサイルとかね、その傷を消すためにサフェーサーを塗るのと、あとどうしてもプラスチックってこう光を向こう側から当てるとこう縁の部分が透けて見えちゃう、光が透けて見えちゃう。だからサフェーサーを塗ることでね、この光の透過を防止すると。今この辺分かりますかね、この薄くこう向こう側透けて光が通ってるの分かりますよね。これを、なくします。で黒サフで一回塗っちゃって、で今回そんなに汚しはイメージ入れないんですけど、黒サフで一回塗っちゃってね。で白いパーツ、足のドアとかドアの裏側ね、それから足とか、それをどうしようかな、グレー、いや白でやっちゃっていいか。やっぱり従来通り光の当たる、影を意識した白ののせ方で塗っていって、塗り上げていってってことをやりますね。でそれから黒は黒、フラットブラックとかね、あとはメタルカラー、これメタルカラーね、銀色っていうかチタンっぽい色です。艶ありの黒に塗って、それからメタルカラー。そうすればここにこれはちょっと別ですけど、これは違う。ここに置いてあるパーツは塗装終わりますからね。それからこれ今スタンド取り付けてますけど、スタンドがつかないようなこんなちっちゃい部品、これどうかな、塗れるかな、これでちょっと厳しいかな、飛んでいっちゃうかな。これ例の粘着剤をね、足完成後目立たなくなるところに塗ってやって、ちょっと飛んでっちゃうかな、これ。時間置けばね、また粘着性が上がるみたいなんで、
でこんなちっちゃいパーツはそんなに圧かけないですから取れそうな感じもしますけどね。はい、じゃあとりあえずここにあるちっちゃいパーツ、黒と白を塗るパーツですね。そこにサフェーサーをまず塗って、光の透過防止と、それから600番のヤスリ傷消しです。サフェーサーを塗ると塗料の食いつきが良くなるというお話もあるんですけど、それでですね、とりあえず黒サフを使うことにしました。グレーサフにしようかとも思ったんですけど、手間は同じですね。黒サフの場合は、そのまま白を塗っていってもいいんですけど、今回その白の間にグレーを入れるんで、今真っ黒にしますね。で、グレー白と塗り重ねていくんですよ。なんでそんな手間がかかるのかはこの後お話しします。とりあえず漏れがないように、特にパーティングライン削ったところ、それからパテを持ったところですね、ピンマーク、ピンマークのところにポリパテ持ってるんで、そういうところはサフェーサー漏れがないように。ただあんまりサフェーサーも厚みはつけたくないんですよ。モールドがね、なんていうの、鈍くなってきちゃうんで、傷が目立つようなところはサフェーサーを厚塗りして、その後どうだろう、800番とかで磨いた方がいいのかなとも思いますけど、タイヤは傷ついてるぐらいはちょうどいいですよ。ザクザクっとね。あと例の粘着剤、これがエアブラシでぶっ飛ばねえかどうか。これだけふにゃふにゃ多少動くんですけど、多分大丈夫でしょう。でこれもあんまり微妙だな大丈夫かな、本当に飛んでいかねえかな。男性なんで、男性は弾力があるなんだ粘着剤なんでね、多少動きますけどね。で当然このドアは仕上げは白なんですけど、一旦この黒にします。あとこれなんかね、粘着剤ほんの点ですよね、点。飛ばねえかどうか。エア圧かけなければ大丈夫だと思います。多分大丈夫。あとね、今のは白いパーツね。で黒いパーツ、代表がこのシート。それから今のがノズルがね、これはメタルカラーになるやつです。シルバーとかね、チタンカラーとかそんな感じになるやつだけども、下地としてのサフェーサーを塗ります。でどっちみちメタルカラーなので、下塗りはグロスの黒を塗るんですけれどもね、だから別にサフェーサーいらないかもしれないんですけど、これも例の粘着剤ですよ。結構いいかもしれないの粘着剤。とりあえずサフェーサー塗っちゃいますね。で順番的には、メタルカラーの下塗りのツヤあり黒を塗っちゃいます。ちょっと狭いな。この奥は艶ありじゃなくていいと思います。これもね、
なんかこの手前の方のファンブレードじゃないようなことがなんかに書いてあったんですけど、ちょっとわからないですね。艶消し黒のところにね、メタルカラーの人の艶は出ないですからね。で一旦メタルカラーはまだ置いといて、白いカラーのところ一回グレーでね、ちょっと下塗り2回目をやります。で次にやるのが光が当たってるところ、これ今からやるのは白の下塗りですけど、光が当たってるところを強調したいので、そこをとりあえずグレーで、そんなにはないですけどね。例えばこの着陸装置のドアならば、これは機体にこう取り付けられてるわけですから、上の方が影になってるんですよ。だから下の方から光が当たってるという想定して、下70度の方からグレーを軽く塗ります。70度の角度でなくていいよ。だから下の方が明るいってことですね。でここに白を塗れば、こっちの方がより白く、上の方影になってる方はより暗い色になるはずです。こっちはまだやる。それからキャプチューですね。キャプチューもやっぱり下からグレーを上に向かってまず上半分は黒く残るわけです。要はこんなコントラストをつけてるってことですね。はい、すみません、マイクをつなぐの忘れてたね。ここからマイクつなぎます。コンデンサーマイクね。白を塗ってきますね。でこの空気取り入れ口、インテークダクト、この中白なんですけれども、ちょうどここの線でグレーに切り替わります。だからそこから奥は白ですね。で塗装する白はレベルカラーの番号しか載ってないんで、インストからは読み取れない。で白は一応マットホワイトってね指示なんですけど、この316でいいと思います。若干黄色みかかるのかもしれないですけどね。で暗いところに白塗ってるんで一発では塗らないですから、気長に塗り重ねていきましょう。でさっきこっちからグレー塗りましたよね。やっぱり白もこっちからとりあえず塗っていきます。さっきグレーを塗ったところが白くなりますよね。同じような感じで塗っていけば。なので奥の方がこう暗い。
まあ意識して下の方を真っ白にしてやって上の方にあまり塗料をかぶせないとかね、そんな感じでもいいと思います。塗り足りなくてもおかしいし、塗りすぎると自分のイメージから離れていっちゃうから、機械がね、機械にくっついてるわけではないんで、イメージがなかなかつきにくいとは思うんですけどね。オイルはオイルはまあ普通に塗るしかないんで。オイルのこのディテールに関しては墨入れで表現するしかないと思うんですよね。まあこれみたいにブレーキのね、奥の方っていうかいすみというか、そういうところまでは塗料が薄いんで、多少はディテールが強調できるのかな。はい、コックピットの中とか黒で塗るんですけど、ついでにタイヤの方もね塗っちゃいますので、タイヤはタイヤブラックというちょっと濃ゆいグレーですね。暗い色のグレー、黒とグレーの間ぐらいの色です。改めてというか、コックピットの中シートとかね、サイドコンソールとか黒で塗るんですけど、まあ、一旦黒でね塗り上げてあって、で上からグレーをさらっとのせてあるんで、この上の光当たってるところを完全に黒くしなくていいと思います。これで多少ね、暗い黒と明るい黒、日本語おかしい。わかりました。で、まあこの後ね、いずれドライブラシでエッジをまた立たせるんですけど、インテークダクトの中白を塗った影響でここの部分も白くなっちゃってるんでね。これを後半つけてグレー塗っちゃうと、こっちとこっちで様子変わっちゃうんで、これまた黒で軽く塗ってやります。シートのクッションの部分ですね、塗ってます。カーキと、あと今ちょっと見えないと思うんですけど、一応影になる部分を暗い茶色ですね、のっけました。で、使うのは水性アクリルですね。今回はタミヤアクリルのカーキ。ってことはこの上もちょっとちょっとね、
影の部分はちょっと赤っぽくしたいんですよね。影の部分を。コックピットの方はデカール貼り終わりましたね。ついでなんで他の部品もデカール貼れるところは貼ってしまいます。こっちのエアインテークがかなり変形してたでしょう。でクランプで挟んでやっぱりヒートガンで戻したっていうか修正はしたんですけれども、きついな、これ厳しいな、かなり。この下を合わせて入れたい。あんまり変な形にね接着しちゃってもまずいですから、できるだけ機体に合う形でね合うのかな、絡むのかし歪みはありますね。無理か。角が合ってないと、一番先端の角を合わせるのがなので、とりあえずここだけ少しずつ固定していくしかないですね。下でも合わせちゃっていいかな。